こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーン界隈に興味ある方は間違いなく楽しめると思います。最近では株式会社ブロックバリューさんがプラチナスポンサーに決まったことなどが話題になってますね。で、なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくとさらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてください。まず米国のスポットイーサ ETF が承認された話題で持ちきりなので、そちらの方から見ていきますと、結果的に 19B4 フォーム承認となりましたが、最後の最後まで荒れた展開になってましたね。で、まず昨日の夜ですね、午前1時頃に承認されるんじゃないかという噂が浮上して、その後米国の下院議員らが SEC のゲンスラに対してスポットイーサ ETF を承認するよう要請する書簡を提出したのが話題になりました。で、ただその後ですね、ゲンスラの方から改めて仮想通貨の大半は証券であるという声明が出されて、もしかしたら土壇場で秘訣があるんじゃないかという憶測が広まりまして、ちょうどその時間帯に市場も一時的に落ちた形になったので、このゲンスラの発言の影響があったんじゃないかなと思いますね。で、その後噂されていた午前1時を経過したんですけども、SEC の方から一向に発表が出ないまま朝を迎えまして、で、その後 SEC が発表を少し遅らせているらしいという噂が流れて、スポットイーサ ETF 承認をずっと煽ってきたブルームバーグアナリストらも騒ぎ出してたんですけども、結果的には今朝日本時間6時頃ですね、SEC がブラックロック、フィデリティ、グレイスケール、ビットワイズ、バンエック、アーク、インベスコギャラクシー、フランクリン・テンプルトン、計8社のスポットイーサ ETF の 19B4 フォームを承認したというソースが出まして、今に至るといった流れになりました。一部ではですね、取引開始に必要な S1 フォームの承認がまだされてないんで、まだ安心はできないという見方も出てますが、市場は一旦落ち着いた感じになってますね。また取引開始日も様々な見解が出てますが、数週間から数ヶ月はかかるだろうという見解が多くてですね、すぐすぐ取引開始には至らないと見ておいた方が良さそうですね。ギャラクシーデジタルとかは7月、8月あたりになるんじゃないかという見解も出してます。現状思った以上に事実売りが見られないですけども、ここからどうなるのか注目ですね。あと、スポットイーサ ETF 関連では、香港がスポットイーサ ETF に保管されたイーサのステーキングを許可する可能性があるという報道が出てます。米国の方ではですね、今回の承認に向けて、各社が急いでステーキングブックを削除して再提出してましたけども、香港はこのタイミングでステーキング開放するかもということですね。香港のスポットイーサ ETF は取引開始後全く流入が見られませんが、このステーキング追加で動きがあるんでしょうかね。で、あと今朝メンバーシップの方にも公開しましたけども、ここ数日の急展開でスポットイーサ ETF が承認されたことで、また仮想通貨バブルの終わりが早まったのかなと個人的には思ってます。当初承認されるかどうかわからないと言われていたイーサの ETF が政治的な圧力のせいか米大統領選を迎える前に承認されてしまったんで、様々なものが早まる可能性があるなと思っています。世間的には非常に喜ばしいことなんですが、私個人としてはね、楽しめる期間がかなり短くなったなと思ってるんで、半分悲しい気持ちになっていますね。これはまた市場の展開次第で2点3点する可能性もありますけども、こちらも今後の展開に注目ですね。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス1億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはグレースケールの GBTC がマイナス 0.13 億ドルに対して、ブラックロックの IBIT がプラス 0.89 億ドル、フィデリティの FBTC がプラス 0.19 億ドル、他がビビタル流入、もしくはゼロとなっております。全体では9日連続の純流入を記録してますが、グレースケールの GBTC が久しぶりに2日連続の純流出を記録しています。一方、香港の ETF は、スポットビットコイン ETF がマイナス180万ドル、スポットイーサ ETF は未だゼロとなっております。米国のスポットイーサ ETF の承認で盛り上がって、香港もステーキングの話題が出ても未だゼロと、厳しい展開が続いてますね。あと、ファンドごとの動きでは、グレースケールが、アルトのニアとビットコイン L2 と呼ばれているスタックスの投資信託を立ち上げたことが話題になっています。5月23日からアクセスできるようになったとのことですね。グレースケールは以前からアルトの投資信託に力を入れていくと声明を出してまして、これらも ETF に転換するための動きなんじゃないかと言われています。現在ニア、スタックスともにですね、単独で強い印象はありませんが、今後影響してくるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在6万8000ドルの攻防となっております。昨日発表された注目指標の方では、米 PMI が
製造業が予想の 49.9 に対して結果が 50.9 と、非製造業が予想の 51.5 に対して結果が 54.8、コンポジットが予想の 51.2 に対して結果が 54.4 と、いずれも予想を上回る結果となりまして、金利上昇、ドル高要因となっています。また、要人発言の方では、イエレン財務官が、また為替介入は稀であるべきで、日常的に使うべきではない手段だと、再度日本の為替介入を牽制したことから、こちらもドル高要因となっております。金利がまた上昇してまして、市場全体が昨日に引き続き調整ムードとなっています。米国債金利が 4.47 を推移しておりまして、ナスダックが 18,600、S&P500 が 5,270、ダウ平均が 39,000、金ゴールドが 2,330 ドル、日経平均が 38,600 円、ドル円が 157.1 円となっております。個別株の方では NVIDIA が再度続伸してまして、1000ドルを突破、低値を更新しています。一方、仮想通貨関連株は、市場全体の下落とともに全面安となってまして、コインベース、マイクロストラテジー、マラソンともにマイナス 5% 以上の調整となっています。ビットコインの先物の方では、青いが全体でマイナス 2.1%、額としては332億ドル相当と減少傾向になっています。比率としては全体ではショートが 51.6%、バイナスミはロングが 65.1% と、全体では下優勢ですが、バイナスミのロングが回復しています。今後の指標としては、本日5月24日に小売売上高、米耐久財受注、ミシガン大学消費者信頼感指数、5月27日にドイツ IFO、景況感指数、イスラエル基準金利、5月28日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数などが控えております。市場全体で見たら、再度金利上昇からの調整ムードとなってまして、仮想通貨市場単体で見たら、スポットイサイティフのビッグイベント終了後ですね、少し落ち着いている状態。しかしアルトミームは、次期 ETF の期待から未だ元気といった展開なのかなと思います。ビットコインのチャートだけ見たら68,000の攻防に差し掛かっている状態です。スポットイサイテーフ延期からのビットコインに資金が戻るというシナリオもありましたけども、今回ストレートに承認したとなると、アルトに資金が流れるフェーズなのかなと思います。ETF の流入は未だ続いてますが、ビットコイン単体で見たら厳しい時期かもしれませんね。この68,000を下抜けするとなると、次は66,000の攻防。上期待するなら、この66,000で反発して、再度7万ドルの攻防に迎えるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3,800ドル、BTC だては 0.056 と、昨日からさらに強くなっています。先物の方では、昨日の夜から激しく上下に振ったせいで生産が目立ってまして、イーサだけで 1.4 億ドル相当の生産が走っています。ただ OI は全体でマイナス 0.1%、額としては152億ドル相当と、未だ高水準を保っています。比率としては全体ではショートが 50.1%、バイナスミはロングが 63.4% と、全体では若干ショート寄りとなっています。事実売りでもっと下がるかと思ったんですが、未だに 3,800 ドル台と強い格好を維持しています。先ほど話した ETF 取引開始までの間どうなるかですよね。一旦しぼむのか、それとも取引開始まで資金が入り続けるのか、もしこのまま伸び続けるとなるとですね、チャートだけ見たら次の手が4000ですが、資金が入り続けるとしたらですね、取引開始までの期間が長ければ長いほど ATH の可能性が大きくなってきますよね。ただ昨日も取り上げた通りですね、イーサの内部的な問題の懸念点はまだありますから、一概に上一辺倒とは言えないです。上は4000を超えられるかどうか、下へ行くとしたら3600で反発できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。米国で反 CBDC 法案と呼ばれている CBDC 監視対策国家法案が下院を通過しています。この反 CBDC 法案というものはですね、以前仮想通貨派のトム・エマー議員が国家が CBDC を発行するということは、また国家が国民の資産を監視することにつながるという理由で提案したものになってまして、国家の CBDC 発行を禁止する法案になっています。それが今回下院で可決されたということですね。最近仮想通貨派の法案がやたら下院を通過するのが話題になってますけども、全てまだ施行されるかどうかはわからないものになってます。承認されれば当然仮想通貨業界にはいいファンダになるんですけども、今のところ仮想通貨寄りの法案が承認されるのは厳しいと見られてますね。この反 CBDC 法案も上院を通ってですね、無事承認となるのか注目ですね。あとアルト関連ですね、スポットイサイティフの承認から各アルトがですね、次はうちの番だとコミュニティが盛り上がってますけども、中でも声が大きいのはソラナですね。CNBC の方でも議論がされてるみたいですし、バーンスタインのアナリストらもですね、イーサレムの同業他社が同じ道をたどるだろうというレポートを出してまして、これもソラナのことを指していると、ソラナに期待する声が大きくなってます。
で、この ALT ETF に関しては X の方でも少し書きましたけども、今回の承認理由が政治的な面が大きいとするとですね、中身がどうとか関係ないということになりますんで、これから ALT ETF が承認される可能性もあるんですが、取引開始後ちゃんと資金が入るかどうかは別の話なんで、期待するなら承認されるまでの間なのかなと、個人的には思いますね。ソラの価格は現在171ドル、BTC だってはマイナス 0.9%、時価差が5位ですね。今のところ単独で強くはなってませんが、こちらも再度上に迎えるのか注目ですね。あとはコインベースがニューヨーク市民向けに XRP のサポートを再開しています。SEC vs リプルの訴訟問題から約4年ぶりの再開となっています。これも昨日の夜ですね、スポットイサ ETF とゲンスラーの話題でごちゃごちゃしてる時にリリースされて、XRP が一時的に上がりましたけども、その後あんまり盛り上がらず失速してます。これ個人的に SEC vs リップルファンダの次に大きいファンダだと思ったんですけども、意外に伸びてないんですよね。XRP の価格現在 0.53 ドル、BTC だってはプラス 3.4%、時価差が8位ですね。今回はスポットイサ ETF 承認の話題でちょっと書き消された感じになってますけども、今後時間差で伸びるのか注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。